こんにちは、こんばんは、伊藤です。はい、今日はですね、スペーシアあるあるをちょっと改善していきたいと思います。そのあるあるは何かっていうと、すでに見えてます。こちら。スピーカーの方ですね、変えていきたいと思います。で、どこのスピーカーかっていうと、リアですね。はい。リアスピーカーを変えたいと思います。先ほど少しあるあるって言ったんですけど、このリアの方ですね、スペーシアカスタムは標準でスピーカーがついてます。で、スペーシアだとまずついてないっていう話が前提になってるんですけども、音がですね、全然迫力がないというか、ちっちゃいというか、運転席の方ばっかり出てて、後ろがないみたいな状況が、あるんですね。結構頻繁に後ろ人乗せてる人だったらもうちょっと後ろの音ちっちゃいよみたいな時もあると思いますし、一人で運転しててお気に入りの曲や、ライブ DVD など、いろんなもの流しててもやっぱりちょっと後ろから迫力が足りないなっていうような状況が多いかなっていうふうに思います。私自身も、フロントはもう変えていて、過去に動画上げさせていただいてるんですけども、その後ずっと乗ってまして、後ろの方がやっぱりちょっと寂しいかなっていうのをもう痛感してきたので、後ろももうこの際変えてしまえということで、変えることになりました。スピーカーの型式なんですけども、カロッツェリアの、今回は TSF1640 ですね。こちらの方を使っていきます。で、バッフルが UDK526 ですね。で、ちょっと詳しい方だと、あれそれ入らなくないって思うと思うんですよ。実際私も、いろいろ調べまして、スペーシアでも16センチが入れられないわけじゃないという結論にたどり着いたので、今回実験検証も兼ねたやり方になってます。はい。入らなかったらちょっといろんな加工するかもしれないんですけども、ほぼ無加工で16センチは入るという結論に達したので、今回この組み合わせになってます。現状どんな感じか、音の方ですね聞いていただいて、でそこから作業の方入って、で最後交換後どうなったかっていうのを聞いていただきたいと思います。で後ろに乗ってる状態で、聞いてもらいたいと思います。
前と後ろで違いどうだったでしょう。実際にフロントの方からの音が後ろに乗ってると強く聞こえるかなって思いますね。一応後ろも鳴ってはいるんですけど、運転席に乗ると後ろの音っていうのがあんまり聞こえてこないんですよね。普段後ろ乗ることがないんで改めて乗って聞いてみたんですけど、シート位置悪いとこれ聞こえないかなっていうふうに思うんですよね。一応鳴ってはいるんですけど、後ろのスピーカーの方からこう強く音が出てるっていうわけではなくて、もう前の方から音が来てるような感じですね。だから余計に前に乗っちゃうと後ろからの音が少なく感じるのかなっていうふうに思います。で、以上を踏まえてスピーカー交換していきたいと思います。作業する前にスピーカーの位置ですね。助手席側はこの位置になります。はい。ドアのすぐ後ろの部分ですね。このへこみの中に入ってます。で、運転席側はこのちょうど反対側にあります。同じように、こういった感じでくり抜きがあって、ただ運転席側の方はここがポケットになっているので、ちょっとしたものだったら入れられるようになってますね。で、外し方なんですが、まずですね、こちらのパンク修理キット等々を下ろします。自分は何かあった時に牽引できるように牽引ロープ積みっぱにしてます。はい、これは過去の経験からですね。この応急キットを抜いた後に、このカーペットですね、ここに一緒にクリップで留まってるんですけど、一応これ取った方が作業しやすいかなと思って取りました。多分取らなくてもいけるとは思います。はい。で、次に外すのがラゲッジのストライカーがある部分の裏側、ここですね。ここストライカーですねのすぐ下2箇所、はい、ここですね。ここ取ります。ここはもう真ん中押して外すようなやつなんで、こういった細いドライバーか何かで押してもらって、であと手前に引っ張れば抜けます。はい、これで取れましたね。あと上に引っ張れば、抜けます。無理にやるとこういった爪とか折れちゃうんで、ほどほどに加減しながら上にこう引っ張れば取れます。で、ここが取れたら次で、今のこのストライカーのカバーのとこ取れたら次ですね、この応急キットが入っていて、外すとすぐ目に入ると思うんですけど、左、左右それぞれ一番下に止まってるのがあるんで、ここ1箇所ずつ外します。で、これも同じように上から押すと外れるタイプになってるんで、ストライカーカバーを外したものの時と同じ手順で外してください。で、他は外さなくていいようなので、あとこんな感じで、手を突っ込んで引っ張っていけば外れていきます。結構ピンとかもついてるんで、不安な方は内装剥がし使ってください。本当に無理にやると内装を再度戻した時にビビり音の原因とかそういったものにもなってくるんで、それなりに加減しながら外してください。あと最後手前に倒しながら外すと外しやすいかもしれないですね。ちょうどこの下の部分、ここが最後結構出づらかったんで、ここをかわす時にこうずらしながら外すみたいな感じで一応外しました。はい、本日の主役ですね。純正スピーカーくんの登場です。一応10センチって言ってたんですけど、純正で12センチなのかな。ちょっと測ってみますか。
ちょっと定規がうまく入らないんで、なんとなくの角度でやってるんですが、だいたいスポンジのところの外径で12センチですね。はい、見えるかなすいません、ちょっと片手になっちゃってるんで、はい、だいたい12センチ、内側が今20を起点、20を内側の0として起点にして、そこから足してって、125なので 10.5 センチぐらいですかね。一応12センチスピーカーって言ってもいいのかなって感じですね。で、外していきます。で、外し方は、そうだ、その前に自分のスペシャルカスタムの方が MK42S なんですね。で、これの前の方 MK32S と、現行型 MK52S だったかな。全てのスペーシアがこの作り共通してるらしいんで、どの型に乗ってる方でも実践できます。で、スペーシアカスタムはこうやってスピーカーついてたんですけど、スペーシアはスピーカーがなくて配線は来てる状態らしいので、なんかこうやって外すと蓋がついてるらしいんですね。なのでスピーカーつけたいという方はここまでの作業をしたら、スピーカーのこの蓋を外してもらって、でバッフルつけて、でスピーカーをつないでつけるっていう形になりますね。とりあえずネジ外します、取ります。はい。で、あと裏のカプラーを外せば、硬いな。もうこれで摘出になります。これはどのグレードでもここまで来てるっていう話ですね。さっきの話ですけど。で、これからが問題で、バッフルがうまくつくかつかないかなんですね。はい。で、フロントの時ちょっと見えづらいっていう話もあったんで、再度ここでお話しさせていただくんですけど、鈴木社だけかな。一応このピンがあるんですね。この緑色のピン。このピンですね。はい。これあるとバッフルつけられないんで、これを抜きます。で、裏から指で押しながらやってもいいですし、ラジペンかなんかで挟んでからでもいいんですが、よいしょ。この中も結構鉄板むき出しなんで手切らないように気をつけてほしいんですけど、こういった感じで取れました。はい、で、こんな感じでちょっと見えづらいんですけど、ここの出っ張ってるピンですね、この部分が中でこう引っかかってるだけなんで、これを両サイドからこう押して引っ張ってあげれば抜けます。無理やり引っ張っても抜けますけど、万が一再利用することを考えると丁寧に外した方がいいです。はい、で場所によって手入りづらいんで、外れたんでバッフルつけていきたいと思います。で改めて、バッフルの方ですね、型式が UDK526、一応フロントで使ったのと同じタイプになります。で中身の方がバッフル2個と、スポンジと、あと止めるためのネジ類ですね。はい、これが入ってます。で一応理論上だといけるはずだったんですけど、やっぱり合わねえか。鉄板ビス止めですね、これだと。